マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい。皆さん、去年ネットフリックスで配信されていたラブ上等っていう番組知っていますかね？この番組は恋愛リアリティショーなんですけど、結構海外でも話題になったのでね、見たよっていう方も多いんじゃないかなって思います。はい。で、そのラブ上等のメンバーの中に、キーちゃんっていう女の子がいました。で、このキーちゃんは、鈴木きれいちゃんっていう名前の子なんですけど、彼女はね、もう見た目結構派手な感じの子なんですけど、もうすごく顔がね、綺麗な子で、もうすごく可愛い子なんですけど、性格もね、結構はっきりとしていて、で、なんだろうな、こう、芯の強い子っていう感じの子なんですね。で、そんなキーちゃんを見ていて、ああ、これが今の時代のギャル、令和ギャルなんだなって思ったんですよ。で、もしかしたらね、この番組を見て、日本のギャルってこういう感じなんだって、初めて知った方もいらっしゃるんじゃないかなって思います。はい。で、皆さんにね、ちょっと聞きたいんですけど、皆さんは日本のギャルと聞いて、どんなイメージがありますか？例えば、ちょっと怖そうだなとか、あとはすごく派手なファッションだったり、メイクっていう、そういうイメージがあるかなと思います。はい。でも、日本のギャルって実は面白い文化だったりとか、あと歴史も結構あるんですよ。うん。ということでですね、今日は、日本のギャル文化についてお話ししていきたいなと思います。ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そして、このマイの日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。まず最初にギャルとは何かっていうところからね、お話ししていきたいなって思うんですけど、このギャルっていう言葉は英語のガール、girl から来ています。はい。1970年代にアメリカの若い女性のファッションを指す言葉としてギャルっていうのが使われ始めて、で、1980年代に1980年代には日本でも、一般化、一般的に使われるようになっていきました。でも当時のギャルっていうのはこの現在イメージされているような派手なスタイルではなくって、こうカジュアルでアクティブな若い女性を広く指す言葉として使われていました。はい。で、この今のようなね、こう、ギャルのイメージが確立したのは、1990年代後半から2000年代初め頃ですね。で、この時期、渋谷を中心に日焼けした肌、そして明るい髪色、で、濃いメイク、で、ミニスカートって言った、こういった特徴的なスタイルをする若い女性たちが現れ始めて、で、ギャルっていう言葉がこのスタイルを指すようになったんですね。でも、ギャルって見た目だけじゃないんですよ。考え方、いわゆるマインドもすごく特徴的です。例えば、周りの大人の意見を気にしすぎないで、自分らしく、自分の好きなスタイルを大切にするっていう考え方が結構ギャルの中にはありますね。で、明るくて人とすぐ仲良くなる子だったり、あと、友達思いで優しい子っていうのもギャルには結構多いです。はい。あとはギャル語と呼ばれる独特な言葉を使ったりもします。
もちろんギャル文化はずーっと同じっていうわけではなくって、時代とともに少しずつ変わってきています。昔は日焼けサロンとかでもう肌を焼いて、で真っ黒な肌っていうのが流行していましたけど、でも最近は色白のスタイル、肌が白い方がいいっていうね、ギャルも増えてきました。でメイクも昔に比べて少しナチュラルになりましたね。はい。で今のギャルは見た目は昔とはちょっと違うんですけど、でもマインド、自分らしく生きるっていう考え方は昔から変わっていないんじゃないかなって思います。じゃあ、さっきもね、ちょっと触れたんですけど、ギャルのスタイルはどんな感じで変わっていったかっていうと、まず1997年くらいなんですけど、この時代にすごく有名だったのが、アムラーと呼ばれる女の子たちです。これは歌手の安室奈美恵さんのファッションを真似している女の子たちのことなんですけど、当時のアムラーのファッションといえば、バーバリーのミニスカートに黒いタートルネックのニット、そこに厚底の黒いロングブーツを合わせたコーディネートが定番でした。これは安室奈美恵さんが1997年にダンサーのサムさんと結婚会見をした時に着ていた服装なんですね。当時は本当に街に同じような格好をした女の子たちがたくさんいて、安室ちゃんみたいになりたいって思っている人がすごく多かったんですね。はい。で、安室奈美恵さん本人はギャルっていう感じではなかったんですよ。なかったんですけど、当時の若い女の子たちにとっては、もう本当にカリスマ的存在だったんですね。で、その後、1990年代後半から2000年代前半で、大流行したのが平成ギャルです。東京の渋谷に集まっていた女の子たちで、ミニスカートに厚底の靴、そして髪は茶髪とか金髪にして、でもう肌はね真っ黒、日焼けサロンとかで焼いて、もうとにかく黒い肌が結構人気だったんですよね、当時は。はい。で、そこに派手なメイクで、こう目を大きく見せるために、デカめメイクって呼ばれるものなんですけど、こうつけまつげを重ねてね、何枚も重ねて、それをつけたりとか、あとはアイラインとかも、もうしっかりと濃く太く描くっていう、そういったメイクも流行っていました。で、あとは爪、ネイルもすごく派手で長いっていう、ネイルがすごく流行っていましたね。多分このあたりがギャルの全盛期だったんじゃないかなって思います。で、当時の渋谷には本当にギャルばっかりっていうくらい、本当にそういった女の子たちが多かったみたいです。そして当時の女子高生の間ではルーズソックスが大流行しました。で、このルーズソックスっていうのはもうすっごい長くって、それをクシュクシュクシュってたるませて履く靴下のことですね。で、基本的に長さは120センチから150センチ前後が多かったみたいです。すっごい長くないですか？もう150センチとかの靴下ですよ。すごいですよね。うん。で、このルーズソックスが流行っていた時って、私はまだ小さかったんですよ。子供だったんですよね。そう。で、あのその高校生たち、女子高生たちをね、見ていたんですけれども、その時本当にそのルーズソックスを履いた女子高生たちが可愛くって、もう本当に憧れていたんですよ。それで、その当時ね、子供でしたけど、私も高校生になったら絶対にルーズソックス履くっ
て、もう心に決めていたんですよ。そう。で、もう本当に絶対履くんだって思ってたんですけど、でも私が高校生になった時は、もうすでにルーズソックスの流行が終わってしまっていて、で、もうハイソックスが主流だったんですよね。うん。で、私が通った高校が、結構厳しい高校で、靴下まで指定のものを履かないといけない規則があったんですよ。そう。だから私は高校の3年間、紺のハイソックスを履いていました。そう。もうね、高校生活は本当に楽しかったので、あの高校に行ってよかったなってすごい思うんですけど、でもやっぱり今考えても、ああ、悔しいなって思うのが、ルーズソックスを履けなかったことですね。そう。本当にそれくらい、本当にルーズソックス履きたかったんですよ。うん。やっぱそれが悔しいなって思いますし、あとは、今はね、もうあんまりそんな長いルーズソックスって今の時代流行ってないですけど、でも今見てもすごい可愛いファッションだなって私思うんですよ。うん。なので、正直言えば今でも履きたいくらい、それくらい本当にルーズソックスに対しての憧れは強かったです。はい。あとは、平成ギャルとは少し違った、とってもインパクトのあるギャルもいました。それがヤマンバギャルです。で、このヤマンバギャルの特徴は、まず、平成ギャルよりももっと肌が黒いです。かなり黒くみんな焼いていましたね。はい。で、黒い肌に、そこに白いアイシャドウとか、あとは白いリップを使って、コントラストを強くするっていうメイクがね、主流でしたね。うん。で、髪色も、あの、金髪だったり、あとピンクの子とかもいましたね。もうとにかくすっごい明るい色にして、もう全体的にかなり派手にしているっていう、そういった印象のギャルでしたね。はい。多分このヤマンバギャルを初めて見た人たちは、えって多分びっくりする人も多いんじゃないかなって思います。それぐらいすごいインパクトの強いギャルです。はい。で、このヤマンバギャルのヤマンバっていう名前なんですけど、これは日本の昔話に出てくるヤマンバというキャラクターが由来だと言われています。で、このヤマンバっていうのは山に住んでいる少し怖い見た目のおばあさんなんですけど、そのね、強い見た目からこの名前がついたんじゃないかって言われていますね。もちろん実際のヤマンバギャルは怖い人たちっていうわけではなくって、あの、人と同じじゃつまらないよね。もっと自分らしくいたいよねっていう、こういった気持ちをこう見た目で思いっきり表現していたスタイルなんですよね。なので、ヤマンバギャルっていうのは、ちょっと極端なスタイルではあるんですけど、でもこのギャル文化の中でも自分らしさっていうものを一番強く表現したスタイルの一つとも言えるかなって思いますね。私が小学生の時、漫画を読むのにすごいハマっていた時期があったんですね。で、本当にいろんな漫画を読んでいたんですけれども、その中で、ギャルズっていう漫画をね、読んでたんですよ。もうめっちゃ懐かしいギャルズ。そう、もうこの漫画は本当に私が大好きな漫画の一つなんですけれども、この主人公は寿蘭っていう女の子で、渋谷で一番元気な最強ギャルみたいなね、そういったキャラだったんですよ。で、ストーリーはギャルたちの友情関係だったり、あとは恋愛、
それから学校生活とか、あとは渋谷での日常みたいなね。そういったなんかこう楽しい日常がメインの漫画だったんですよ。もう本当に青春っていう感じでしたね。うん。で、本当にこの漫画が大好きで、もう全巻買って、いっつも家で読んでいました。そう。もう本当にそれくらい、私は昔から、もう小さい時からギャルに対しての憧れが強かったんですよね。うん。だからそのギャルズの漫画もそうですけど、その他にギャル雑誌とかもすごい買って読んでいましたね。そう。でも、本当に憧れだけで終わっちゃったので、私自身は全くもってギャルじゃありませんでした。うん。本当になりたかったけどね。うん。ああいうギャルメイクとかも一度でいいからしてみたいなって、今でもなんかちょっと思いますね。それからギャル文化を語る上で絶対に外せない存在がいます。それが歌手の浜崎あゆみさんです。浜崎あゆみさんはみんなからあゆっていう愛称で呼ばれていて、特に2000年代の日本で、すごく大きな影響力を持っていたアーティストです。で、当時のギャルたちにとって、このあゆはただの人気アーティストっていうだけではなくって、もう本当にまさにカリスマ的存在だったんですね。で、可愛いとかかっこいいっていうだけじゃなくって、本当にあゆみたいになりたいって本気で思われていた、そんな存在でした。ファッションだったりメイクも、もうあゆの影響ってすごく大きくって、例えばヒョウ柄とか迷彩柄みたいな、ちょっと強めな、ちょっと目立つファッションとかだったりとか、あとは髪の毛の色やメイクの仕方、あとネイルまでね、本当にあゆの真似をする子たちっていうのは多かったです。で、あゆがなんかこう動物の尻尾みたいなアクセサリーをね、腰につけたファッションをした時があったんですけど、もうその時、もう信じられないくらい、そのアクセサリーが大流行したんですね。なんかそのアクセサリーはファーシッポって呼ばれるみたいなんですけど、このもうファーシッポは当時の鮎を象徴するアイテムの一つでしたね。うん。なのでこのファーシッポを見たら、あ、鮎だって誰もが思うぐらい、本当にもう、鮎が流行らせたアイテムの一つだったんですよね。うん。あとは、鮎のすごいところは、そういったファッションだったりメイクっていう見た目だけじゃないんですよ。歌詞もすごくって、歌詞の中に、自分らしく生きるとか、周りに流されないで強く生きていくっていう、そういったメッセージがたくさんあって、それが当時のギャルたちの考え方とすごくリンクしていたんですね。なので、あゆはファッションもマインドも両方に影響を与えた本当に特別な存在だったんだなって思いますね。あと、ギャル文化の中でもかなり特徴的だったのがギャルサーです。で、このギャルサーっていうのはギャルサークルの略で、簡単に言うとギャルの女の子たちが集まったグループのことですね。で、ギャルサーには女の子だけじゃなくって、ギャル男と呼ばれる男の子たちもいました。学校の友達グループとはちょっと違って、もっと大きいつながりで、同じファッションだったり、同じ考え方のギャルたちが集まっていたんですね。
で、このギャルサーは特に2000年代くらいにすごく大流行して、渋谷を中心にいろいろなギャルサーがあったと言われています。じゃあ、ギャルサーってどんなことをしていたのかっていうと、部活みたいな感じではなくって、もっと自由な活動が多かったです。例えば、みんなで集まってパラパラ練習したりとか、あとはクラブイベントを開催したりとかね。あとクラブイベントに行ったりとか。あとはファッションの情報を共有したりしていました。で、このパラパラっていうのが何かっていうと、手の動きがメインのダンスで、みんなで同じ振り付けを揃えて踊るっていうのが特徴的なダンスです。このギャルサーの面白いところは、友達意識がものすごく強いところです。同じグループのメンバー同士でもう本当にすごく仲が良くって、ファッションだったりメイクとかもね、こうどんどん似てくるっていうところが多かったみたいなんですね。はい。いわゆるこうみんなで同じ方向を向いて楽しむみたいな文化があったわけですね。なので、こうギャルサーっていうのは単なる遊びの集まりっていうよりかは、当時の若い子たちの居場所みたいな役割もあったんじゃないかなって思いますね。うん、やっぱりこう学校とは違う自分たちのコミュニティを作って、そこで自分らしくいれるっていうそういった場所だったんですね。こうやって見ると、やっぱりこうギャル文化ってファッションだけじゃなくって、人とのつながりだったり居場所づくりみたいなところもすごく大事にされていた文化だったんだなって思いますね。時代が令和に変わったことによって、こうギャルの形もね、少しずつ変わっていきました。で、今のギャルはもう昔みたいにめちゃくちゃ派手っていうスタイルだけではなくって、もちろんすっごい派手っていうギャルも今もいます。でも、そういったスタイルだけじゃなくって、もっとナチュラルなこう雰囲気のギャルもね、増えています。はい。で、やっぱりこうメイクも昔みたくもうまつげを何枚も重ねて、もうバッサバサにして、すごいメイクを濃くするとかね。そういったことより、そういったメイクよりは、もう肌の白さだったりとか、透明感を大事にしたりとか、自分の雰囲気を綺麗に見せるっていう、そういったスタイルのギャルもね、増えてきています。はい。そして、やっぱりこう SNS が普及したことによって、昔は渋谷に行かないと見られなかったギャルたちを、こう今はね、スマホ一つでもう見られるようになりましたね。で、SNS を使って自分のファッションだったりメイク、あとは日常を発信しているギャルたちがとっても多いです。はい。で、この自分たちのスタイルを発信することによって、それを見た人たちが、ああ、かわいい、真似したいなって思って、こう、また、どん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 広がっていくっていう感じですかね。そういう意味では、こう、形は変わっても、トレンドを作る存在っていうのは、今も変わってないんだなって思いますね。はい、本日はですね、ギャル文化についてお話ししました。いかがでしたか？少しでもね、ギャルって面白いなとか、あとは怖いイメージがあったけど、イメージと違ったなって思ってもらえたら嬉しいです。はい。もしね、皆さんの国にもこういったギャル文化のように、似ている文化がね、もしあれば、ぜひコメント欄で教えてください。はい。それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。